ちは、プラセボです。今回はスーパーイエティの全開アタックをご紹介します。スーパーイエティは、ヒットポイントが7000、毎秒ダメージ525と体力と破壊力を同時に持ち合わせているユニットです。エレクトロマイトのチェーンが決まると高火力エリアを一瞬で吹き飛ばします。爽快で使うのが楽しくなるユニットです。ご覧いただくのはこちらの編成になります。スーパーイエティ、体力と破壊力は高いですが壁を壊すのがちょっと苦手です。そのため編成にスーパーウォールブレーカーとかルートライダーが入っています。そして呪文にはね、ジャンプが入ってます。さらに、ヒーローの、ペットに、薬ですね、ウォーデンのペットに薬をつけて壁への対策を行ってあります。それではジョーカーさんのアタックご覧ください。装備、再びご確認ください。そしてまずはロイヤルチャンピオンからスタートします。インビジブルの呪文の効果とスピリットフォックスの能力を使いながら防衛施設を壊していきます。で、こちらのジョーカーさんのアタックはリターンではなくリバイブを使用されています。インビジブルの呪文は、6つセットされてるんですが、そのうちの4つを前半で使って、残りの2つはね、後半ロイヤルチャンピオンをリバイブで復活させた後に使うように取っておきます。さあ、そしてロイヤルチャンピオンがカットした、反対側ですねを透過弊社で削っていきます。スーパーイエティはとってもそれやすいユニットになるので、進む道のね、両端をしっかりカットして置く必要があります。防衛援軍のアイスゴーレムを処理しつつ、スーパーイエティがジャンプを伝って中央区画に進んでいきます。ここでトームがかかったスーパーイエティにレイジをかけていきます。このエレクトロマイトの威力がね、凄まじいですね。バチバチと。で、こういうつながっている施設に一気にチェーンがね、かかっていくんですよ。それがね、気持ちいいですね。チェーンお分かりいただけますか？ね、バチバチっと。施設を壊していきます。さあ、そしてね、リバイブのタイミング。ここでですね、ここでロイヤルチャンピオン復活しました。で、すぐさまインビジブルの呪文を使って、ロイヤルチャンピオンを守りながらですね、ロケットスピアを放っていきます。後半に防衛施設が残っていても、ロイヤルチャンピオンが活躍して全開となっていきます。ナイス全開です。編成こちらになります。2つ目のアタックもご覧ください。このように真ん中にタウンホール、高火力防衛施設、そしてインビジブルタワーがセットしている配置、最近よく見かけることが多いと思うんですけれど、このような配置をスーパーイエティは得意としています。まずはロイヤルチャンピオンですね。一区画削っていきます。スーパーイエティそれやすいので、まずはしっかりサイドカットをすることが必要になってきます。インビジブルを4枚使って、まずはロイヤルチャンピオンで一区画カット。そして一旦ロイヤルチャンピオンパートは終了します。
そして10日弊社が出てきました。これも10日弊社の出す位置ですが、あまりスーパーイエティが広がらないように出すのがポイントだそうです。スーパーイエティ出てきました。ここからジャンプ1枚を使って中央区画に進んでいきます。で、このスーパーイエティ、壁をね、壊すのがちょっと苦手なんですけれども、その、性質がこういう配置だとね、逆にメリットに変わっていきます。インビジブルタワー起動しましたが、もうここで高火力防衛施設に撃たれてもヒットポイントが高いので、そのまま高いヒットポイントのまま壁があればね、インビジブルタワーが起動しててもそこにとどまるんですよね。そして一気に防衛施設をチェーンをかけて壊していきます。で、こちらね、キングはクエイクブーツをセットされてますので、後半はキング能力を使って、壁を壊し、スーパーイエティは広がって進んでいきます。そしてロイヤルチャンピオンがリバイブで復活していきます。ロケットスピアを放ち、残っているインビジブルを使いながら残りの防衛施設をしていきます。で、こちら10日弊社の中に入れている援軍なんですけれども、ジョーカーさんスーパーホブライダーとスーパーガーゴイルを、使い分けていらっしゃいます。ちょうどその10日弊社から出てくるタイミングでどんなヒーロー、どんな施設があるかでホブライダーか、ガーゴイルか使うのを見極めているそうです。こちらもナイス全開です。こちらは、スーパーホブライダーをね、10日弊社に入れてました。こちらの配置も最近よく見かけますよね。まずはロイヤルチャンピオンがスタート。インビジブルを最初に4枚だけ使って防衛施設を壊していきます。そしてリバイブを打つタイミングですが、それを一番ですね、ジョーカーさんは気をつけて、この編成でアタックされているそうです。終盤に防衛設備の数が少なめになった時で、なおかつスーパーイエティで防衛設備のターゲットが取れている時にリバイブを使うように意識されているそうです。チャンピオンのパートは終了して、ここからクイーンがスタート。そして反対側から10日弊社セットされますが、この位置も気をつけてるそうで、スーパーイエティがそれないように、あまり9時側ではなくちょっと8時寄りの場所から10日弊社を意識して出されています。7時側、8時側しっかり削ったところでスーパーイエティが壁の中に入っていきます。ジャンプ1枚を使って中央に進んでいきます。エレクトロマイトがね、バチバチこう弾けてるのをご覧いただけてますでしょうか。このエレクトロマイトが爽快ですよね。で、ここでインビジブルタワーでね、一旦中央の施設は見えなくなりますが、現れると同時にまた戻ってきてですね、一気に壊していきます。そしてここでキングがクエイクブーツを使って壁を壊し、スーパーイエティさらに広がっていきます。で、10日弊社から出たスーパーガーゴイルもね、いい仕事をしています。そしてロイヤルチャンピオンがリバイブで回復。インビジブルもね、しっかり2枚取ってあります。この爽快にエレクトロマイトが炸裂するスーパーイエティ、ぜひですね、使ってみていただけると嬉しいです。クラッシュオブクラン、戦術の幅が広がるともっともっと楽しくなります。ジョーカーさん、こちらもお見事でした。それでは皆さん、またお会いしましょう。さようなら。